今回は認知能力を上げる具体的な方法について解説をしたいと思います。ここまでシリーズ的にこの私たちの持っている認知能力、特にメタ認知、これらをどのようにイメージをして操作をするか、身体操作というこのイメージ感覚をうまく取り扱うことによって、私たち人間が他の動物とは違う特徴的な能力としてのメタ認知、これらの能力を最大限発揮するための方法というものを語ってきました。今回はそれらを元々の脳というこの機能が持っているそのハードウェアとしてのスペックを上げるための取り組みについて解説をしてみたいと思います。私たちの脳もこの体の身体器官の一部であり、体の他の臓器と同様に口から摂取した栄養の影響を受けますし、そして日々の取り組み、生活や運動や学習などといった脳に対しての負荷や休息、こういったものを組み合わせることによって私たちの体の筋肉同様に鍛えることもできますし、逆に衰えていくこともあります。そして私たちのこの体の筋肉と非常に似ている性質としましては、十分な栄養、そして適度な負荷、そして休息、これらをうまくいいバランスで組み合わせることによって筋肉が肥大して大きく、そして強くなっていくのと同様に脳も発達をし、そして効果的な脳の使い方ができていくようになるといった特徴がありますので、今回はその脳のハードウェアとしての能力を最大限発揮するためのアプローチについて具体的に解説してみたいと思います。今回は大きく分けて2つですね。1つは運動、そしてもう1つは栄養の面から解説をしたいと思います。脳のこのハードウェアのスペックを上げる方法というものは非常に多くの研究があるわけですけれども、しかしその研究の大半は十分な研究成果として対象が多くないとか、何度も繰り返し実験をされていないとかといったようなことで、研究結果そのものも十分信頼できるというものはそれほど多くはありません。しかしその中でも十分エビデンスが揃っている、信頼できると判断できるものというものは運動になります。運動に関しては基本的な身体を動かすようなものであれば、どんな運動でも脳にとってみれば、いい影響があるわけですけども、しかし今回の私のエピソードを聞いているような方であれば、より効率よく、そしてもっと効果的に脳への作用というものを手っ取り早く求めていきたいという方が見られていると思いますので、そういった意味では脳に対しての効果が最もあるであろうと、現時点で一番効率的であろうと、効果が高いであろうというものを一つピックアップしてみました。それはヒートというトレーニングの仕方で HIIT、 これは高強度で、そして心臓だとか肺に負担をかけて血流量を増やす、そうした運動の仕方ですね。具体的には30秒全力で体をまず動かして、そして30秒休息をする。この30秒というものが25秒だったり45秒だったりということでも構いません。要は高強度のトレーニングをした後に同程度の休息を入れて、そしてまた高強度の運動を入れて休息を入れてという、これらを繰り返します。これを10セットから15セット繰り返す。これはかなり体に対しての負荷というものがありますので、短時間で急激に心拍数が上がり、そして体に対する負荷も強いものがかかります。なので短時間でこの体に対する負荷というものを最大まで引き上げることができる。これによって血流量も増え、酸素供給量の増加といったことがまず体には起こります。でこれを週に2回から3回行う。これによってこのヒートの運動効果というものを最大化できるわけですけれども、何が脳に対して効果をなすのかといいますと、まず最も大きな効果というのはミエリン化というものですね。ミエリンというのは神経細胞の軸索、これは神経細胞から細長く伸びているものですね。ここがミエリン小といって、絶縁体がその神経の周りに作られます。これらが十分作られると神経伝達速度というものが速くなります。すると脳内での情報処理の速さというものが高まり、そして認知能力が向上する、学習能力もアップするということが起こります。そしてこのヒートを行った人の身体的な変化は BDNF、 脳由来神経栄養因子と言われるものが増加します。これによって脳の神経が新しく作られる。で先ほど言いましたミエリン化というものも促進される。
そしてオリゴデンドロサイトというものが活性化します。でこれによってミエリン化が促進されていくということですね。血流量が増えて酸素供給量も増えるということは、それだけでも脳に対して提供するエネルギーというものが増えますので、それ自体も効果があります。ヒートを用いた研究によっては、注意力がアップする、記憶力がアップする、そして実行制御能力もアップするということで、これは高齢者でそうした認知能力が下がってきている、体力的にも衰えているという人にも効果がありますし、あとは若い人でまだ衰えていないという人に関しても、それらがさらに向上するという効果がありますので、ヒート、これは身体的な負荷が大きいので、心臓だとか肺だとかに何か基礎疾患とかを持っていない限りは、このヒートは段階的に取り入れてもらってもいいんじゃないかなと思います。寝起きにいきなりやるとかっていうのは危険かもしれませんが、ヒートは自分の中でその強度をある程度調整しながらやってもらえればうまくいくと思います。そして YouTube とかインターネットで探せば、このヒートのメニューというものもたくさん見つけられますので、気に入ったものがあればそれらを流しながら実際に運動してもらえればいいんじゃないかなと思います。例えば1ヶ月だけとか2ヶ月だけとかといった短期間でも効果はありますが、やはり長くずっと生涯続けていけるようなものを選んでもらえればいいんじゃないかなと思います。ヒート自体はやはり単調ですので飽きてきますので、それらをうまく組み合わせたバリエーションをたくさん知っておくというのもいいですし、ヒートをベースにしながら実際には誰かと対戦相手がいるようなスポーツだとか、共に楽しみながら遊びながらやれるようなレクリエーションとしての運動というものを見つけてもらうのもいいんじゃないかなと思います。そしてもう一つ、栄養の面ですね。栄養は様々、これを食べた方がいいとか、この栄養素を取った方がいいというものはたくさんあります。一つ具体的なもので言われているものは、脂肪酸の中でもオメガ3の脂肪酸ですね。 EPA だとか DHA だとか言われるもの、これらを取ることによって認知機能というものが向上するというのは言われていますが、これらは必須脂肪酸ですので、基本的に取らなければならないようなものですね。魚にたくさん含まれていますので、青魚、これらを積極的に摂ることによって補給できます。サプリメントでもクリルオイルといってオキアミですね、エビ、これは寒い海に生息している小さなエビ、これにたくさん含まれている DHA、EPA をカプセルに入れてサプリメントとして摂取できるために開発されたものというものはたくさんありますが、そういったものを積極的に摂るというのもそうですが、今回はあまり知られていないものを取り上げてみたいと思います。それはアルファ GPC と言われるものですね。これは研究の対象としてはたくさんデータがあるわけではないんですけれども、このアルファ GPC の効果というのは運動機能の向上もそうですし、そして認知機能の向上というものもあります。両方が効果があるということで、対象となるものはカフェインと比べてどれぐらい向上するのか。カフェインも運動機能を一時的に上げるという作用もありますし、認知機能も一時的に引き上げるという効果がありますので、なので日常的にカフェインを摂取している人というものはだんだん体が慣れてきますので、同じ量でも効きにくくはなってくるという、そうした作用はありますが、今回のこの研究ではカフェインとアルファ GPC、この摂取の比較をしてみました。摂取後30分後にどうなったかというので、かなり即効性のある研究というものをしています。様々な面から比較をしてますので、全く効果がないとか有意差がないといったものもたくさんあったわけですけれども、その中で効果があったというものはですね、垂直跳び、この垂直跳びに関してはカフェインに対して 8% 向上しました。そして認知機能に関しては連続で引き算をするという、そうしたテストを行ったものですが、カフェインよりも 18% 早くなりました。そしてプラセボ群よりも 10% 早くなりました。プラセボ群がなぜかちょっとだけ早くなってたわけですけれども、そうした効果がありました。なのでこの α-GPC はカフェインよりも効果があるということになったわけですけれども、カフェインは、これまたこの研究の中で調査しているわけですが、カフェインは気分にも作用する。特に神経過敏ですね。何か様々なものが気になってしまったりとか、そわそわしたりするといったような、その神経に対しては
マイナスの効果というものもカフェインを摂取した群にはあったわけですけれども、α-GPC の摂取した側にはそのような作用がなかったということで、なのでカフェインを取ると、カフェインを取ったことによる副作用的なものですね、それほど大きな副作用ではないかもしれませんが、気分に対するネガティブなマイナスな効果というものもこの α-GPC 側には起こらなかったということで、なのでカフェインとはまた違った作用でありながらも、カフェインよりもポジティブな効果というものがあったというものですね。この α-GPC は、サプリメントで取るという方法がいいと思いますが、成長中のお子さん、ちょうど中学生ぐらいのまだ身長が伸びている時期のお子さんにこの α-GPC を取った場合は、身長の伸び方が大きく変わるといったような研究もありますので、もう私のように成人になって久しい人間からすればもうこれ以上身長は伸びないですが、まだ成長期を迎える前、今成長期の真っ只中という人であれば、お子さんであれば試してもらえれば身長が伸びる可能性が高まるかもしれませんので、あまりも大量に摂取する必要はありませんが、必要量を摂取してもらえればいいんじゃないかなと思います。で、他にも脳に効くと言われるようなものが今までもたくさんサプリメントとして紹介されて、そしてそのように宣伝され、多くの人が試し、で実際に後から追試をしてみたらほとんど効果がなかったとか、効果がとても限定的でほとんど誤差の範囲だといったようなものもたくさんありますので、なのでそうした脳にこれは効きますよというようなサプリメントや食材等の情報には十分慎重に調査して日々の生活に取り入れるかどうかというものを決めてもらえればいいんじゃないかなと思います。IQ を高める方法、そして IQ の低下を防ぐ方法について解説をしたいと思います。IQ、これは私たち人間の知能指数、どれぐらいの認知能力があるのかというものを大まかなグループの中で自分たちがどの位置にいるのかというその相対的な認知能力というものを一つの基準として一定の評価指標の中で比べていくといったもので、必ずしもこの IQ が高いイコール認知能力の全てが優れているというわけではありませんので、 IQ が高いほど人生が成功するだとか人間として優れているわけではないので、あらかじめお断りをしておく必要がありますが、しかしこの IQ の高さというものと学業の成績だとか、この社会生活を送る上でのビジネス上の成功への相関関係といったものも全く関係がないわけではありませんので、この知識社会において私たちはこの IQ というものにある程度魅力を感じ、そして IQ を高めたい、IQ が高い人になりたいといったような欲求もあるのではないかなと思います。この知的労働、知識労働が社会的評価を大きく左右するこの時代においては、 IQ の高さ、これ自体を過度に求めすぎるのは危険ですが、それでもある一定の説得力や社会的信用や社会的評価といったものに影響を与えるであろうということを考えると、 IQ を上げるための何らかの営みや逆に下げないための予防方法等があれば積極的に行っていく方がいいかなと思いますので、紹介していきたいと思います。まず知能指数というものは、その評価をされる人と同年代の人たちの中で一体どれぐらいなのかということを評価されます。ということは、幼少期、若ければ若いほど少しでも周りの子どもたちよりも優れた成績を出すだけで IQ というものは非常に高く出る傾向にあります。というのも、子どもの頃、特に3歳から4歳といったような非常に認知的な能力というものは限られている状態であれば、少し言葉が喋れるとか少し数が数えられるというだけでも、その他の平均的な子どもたちに比べるとより高く IQ というものが評価されてしまうということがありますので、なので子どもの頃に非常に高い IQ が評価として出たからといってその子どもが天才児だというふうにイコールすぐに評価できるものではなく、成長していくにつれて標準的な IQ にどんどんと修練されていくということがよくあります。ですので子どもの頃に神童と言われて天才児と言われたような人も思春期を経て成人してくると普通の人になってしまうということはよくあります。子どもの頃の高い IQ に一喜一憂するのはそれほど大事なことではないとは思いますが、しかし IQ を下げないという面から
まず予防として子どもの頃の対策というものは考えておいた方がいいかなと思います。この子どもの IQ に影響を与える栄養素という意味では、子どものうちに栄養状態がいいか悪いかによって IQ が影響を受けるという研究結果があります。これは体の発育という意味でも脳も体の一部と考えると、脳を作っていくその構成する栄養素が不足すれば当然脳の発達が未熟なままになる、発達が遅れるということは想像できると思いますけれども、その中でも特に影響を受けるのが鉄と要素。これはミネラルの中でも特にこの要素の影響が大きいということです。妊娠中の母親の要素状態が悪いと子どもの IQ が下がるといったような相関関係があります。子ども時代にその子ども自身の要素の摂取というものも悪い場合に IQ が下がるということが分かっています。要素が不足している地域の子どもの IQ は平均 15.13 ポイント低いといったことで、これはかなりの影響があるということですね。で、要素は海藻類に多いんですけれども、それ以外にも卵、鶏卵ですね、鶏の卵にも豊富に含まれていますので、子どもの頃からこの要素は不足させないように気をつけてもらえればと思います。この要素はたくさん取れば取るほど IQ が上がるかというとそうではなく、不足すると IQ が下がってしまうという傾向がある。しかし十分に補って摂取をすればそれ以上の IQ が上がるということに対して要素が影響することはないと。なのでたくさん取ればいいものではないですけれども、不足はしないように気をつけてもらえればと思います。鉄もそうですね。なのでミネラルが不足すると精神疾患だとか脳機能への影響というものがありますので、これは神経系の疾患ですね、精神疾患だとか、これもうつ病だとか双極性障害とかもそうですけれども、ミネラルが不足すると発症しやすいという傾向もあります。このあたりはマグネシウムだとか亜鉛だとか、私たちが日常的に食べ物から摂取する場合でもかなりの量を気をつけて取らないとすぐに不足してしまう主要ミネラルですので、積極的に取ってもらえればと思います。そしてこの IQ、知能指数に影響を与えるもう一つが運動です。運動が脳にもいいというのはもう最近ではもう常識となっていますので、この私のポッドキャストを聞いているような人たちであれば、運動が脳にいいのはもう当たり前のようなことだと思われているかと思いますが、じゃあ具体的にどのような運動がいいのか、運動なら何でもいいのかといったところもちょっと解説をしておきたいと思います。運動といってもたくさん種類があります。ジムに行って重いウェイトを上げるだとか、トレッドミルを走るとか、エアロバイクを漕ぐとかですね、こういった様々な運動というものがありますが、どのような運動が認知機能にいいのか、知能指数 IQ に対して影響を与えるのかと言いますと、運動をする際に考えることを同時にする運動ですね。これはスポーツなんかまさにそうですけれども、体を複雑に動かすということと、その動かすことによってそのゲームの点数だとか進行が影響を受けるようなもの、これらがいいわけですので、スポーツというものであったとしても、あまり体を動かさないようなスポーツよりも比較的複雑な動きを求められるようなスポーツがいいわけですね。ゴルフとか野球とかテニスとか、こういった手も足も、そしてボールの行く末だとか、あと対戦相手の動きだとか、空間認識を用いた上で自分がどのように相手とゲームというものを進行させていけばいいかということを考えながら取り組むもの、体を動かす際に考えなければならない、こういったものをスポーツとして取り組むことによって認知機能というものが向上するということが研究で分かっています。で、特に有酸素運動、酸素をたくさん取り込んで、そして血流をたくさん脳に循環させることによって脳の認知機能が上がりますので、なので短時間でのスプリント、これは短距離走ですねのような激しい運動を短時間だけやるというものよりも比較的負荷は少ないけれども複雑な動きをしながら比較的長時間30分とか1時間動き続けるようなタイプの運動の方がいいということで、これは最近注目されてますのはエグゼルゲーミングと言われるもので、これは運動のエクササイズとゲームのゲーミング、これらを合わせた造語で運動によってゲームが進行していくようなもの、これが最近だと Wii Fit ゲームの端末を使って実際にそのゲームの進行をしていくだとか、あとはマイクロソフトの Kinect というバーチャルリアリティの中で体を動かしながらゲームを進行させていくだとか、あとはダンスゲーム、
私が中高生ぐらいに流行ったダンスダンスレボリューションという、DDR と言われるものですが、これも足を使って体を動かして、そしてリズムに合わせて踏む場所をこう決めていくといったような、こうしたゲームも、これらはゲームの進行と体の動きというものが影響をするということで、これらがエグゼルゲーミングと言われるもので、これは体が健康になるというだけではなくて、認知機能も求められますし、あとは楽しい、やっていて感情的にもそれだけゲームというものに没入していくと、そのゲームによる感情的な効果というものもありますので、楽しくモチベーション高く続けられるといったような効果もありますので、これらも認知機能の向上に役に立つということですね。これと同等ぐらいの効果があるのはエアロビクス。これは最近だとフィットネスジムのスタジオの中で行われてたりもするかと思いますが、これも音楽に合わせて、そして体を複雑に動かしながら、ただ負荷はそれほど高くなく、45分とか1時間とかのレッスンの中で体をずっと動かし続けていく。これも有酸素運動的な体への作用もありますし、単調な動きではないので、飽きにくく、そして楽しく続けられるという効果もありますが、このエグゼルゲーミングとエアロビクスというものは両方ともにこの認知機能の向上に役に立つということが研究で分かっています。運動がいいというのは単調な運動でもしないよりはマシですが、さらに認知機能を上げるという行動、そういったものを効果を求めるのであれば、体の動きがゲームの進行に影響する認知機能を求められる、考えることを求められるといったようなものの方が望ましいわけですので、なのでできればスポーツで、特に年齢を重ねていくとなるべく怪我の少ないスポーツの方がいいわけですね。外を走るマラソン的なジョギングとかも何もしないよりはいいですけれども、やはり全身を複雑に使っていくようなもの、不規則にでも使っていくようなものの方がより認知機能への効果が高いので、できれば対戦相手がいるスポーツで全身を使うようなものに取り組んでもらえればいいんじゃないかなと思います。ただ体への負担があまりにも大きいものに関しては怪我の心配がありますので、私が先ほど挙げたゴルフ、野球、テニスの中にサッカーを入れなかったのは、サッカーは転倒リスクだとか、あとは体の衝突によるコンタクトによる怪我がちょっと問題となります。で、野球に関してもデッドボールだとか、あとはスライディングによる衝突だとかもありますが、ソフトボールとかでもう少しそういった怪我が少ないようなものというものもありますので、そういったもので体を動かしながら、あとはチームメンバーとコミュニケーションも取り、そしてその感情として興奮状態になったり、その試合の中で自分たちの役割というものを果たしていくといったようなことで、人付き合い、人間関係をそこで育んでいくといったことも副次的にありますので、そういったものも有効活用してもらえればいいんじゃないかなと思います。私たちの認知機能というのは、人と積極的に関わるということでも刺激されて向上します。人と日常的に会話をしている人というのも認知能力が高い傾向にあります。孤独に誰とも接しないという状態よりも、人と接する、この方が相手からの不規則な想定外の回答だとか関わり方というものを求められますので、認知機能もずっと働かし続けることになりますので、できれば人と関わり続ける。それもいつも同じ人ではなくて違う人、そして年代も違う、そして出身も違う、こうした多様な人たちと日頃から積極的に関わっていくことによって認知能力というものが上がっていくという傾向があります。これは別のエピソードでも言いましたけれども、マルチリンガル、バイリンガル、複数の言語を話す人というのは認知機能が高い傾向にあります。これは日頃自分たちが使っている脳の回路というものがずっと同じ回路を使い続けたり、あるいは使わなくなってくると、その脳の回路そのものもどんどんと固まっていってしまうわけですね。これを常に再配線し続けるというような脳への適度な負荷があると、脳は常にフレッシュな状態で認知能力というものをどんどん高めていこうとする、そうした脳に対してのトレーニングというものも効果がありますので、そうなるとやはりモノリンガル、一つの言語だけを喋る人よりもバイリンガル、マルチリンガル、複数の言語を話す人の方がたくさんの文化的背景や、あとは話す相手、関わる相手も多様になります。そうなるといろんなことを想定しないといけない上に、会話の中でいろんなものを切り替える上でいろんな視点というものを体験的に得られることになりますので、そうした副次的な効果もありますので、スポーツというほどの効果も単純に比較をした研究がないので、どちらがどれぐらい認知能力に効果があるのかというのを比較は難しいですが、運動
そして栄養、そして言語。最も取り組みやすいものとしましては、こうした今動画プラットフォームが発達してますので、言語に関しては比較的昔よりも手に入れやすく触れやすく、学習するタイミングや学習する機会というものは積極的に手に入るようになったかなと思います。自分が調べたいことや英会話の先生の代わりとして生成 AI を使って自分用のオリジナルのレッスンというものを提供してもらうみたいなこともできるようになってきました。語学というものを一つその認知能力の向上のために使うというのも今後の認知能力の上げ方としてはいいんじゃないかなと思います。まだこのあたりはそれほど研究がないので、これから先この語学のトレーニングというものが認知能力の向上にどれぐらい効果があるのかというのがだんだんと研究で出てくるかもしれませんが、今のところはこの運動や栄養というものが確実に効果がある部分ですので、ぜひこのあたりは気をつけてもらえればいいんじゃないかなと思います。別のエピソードでメタ認知という自分自身が今何を考えていて何を取り組んでいて、そしてこの自分の取り巻くこの周りの環境の中において自分が今どの位置にいてどのようなことを振る舞っているのか、こういったことを考えるそのメタ認知がより強く発達してくると IQ というものが上がる傾向にありますので、そうなるとチームスポーツであれば自分の役割、自分の場所、それは時間的な役割もありますし、空間的な役割もあります。例えば野球であればピッチャーだと自分が投げなければ試合が始まらないので、自分が投げて相手が打ってきて、そしてその打ったボールを守備側が取って、そしてアウトに しようと試みるといったような一連の時間的な流れがあります。でそれによって1回の表、1回の裏、2回の表、2回の裏といったようなこの試合の進行もありますよね。こうした時間的なつながりもあります。それらを考えた上で次のバッターの打順とかも考えながらどのようにプレーをしていくかといったことも考えなければいけない。その守備の中での自分の役割もそうですが、打順の中での自分の役割というものも考える必要があるということで、いろんなことを同時に考えないといけない。その場合、自分だけのことを考えるんではなくて、チーム全体としての試合の流れも含めて考えないといけないといったようなメタ認知が必要になります。なので、こうしたこのメタ認知をいかに働かせるような日常的な取り組みというものを増やすか、この IQ、知能指数が高められる要素がありますので、ぜひ積極的に取り組んでもらえればいいんじゃないかなと思います。語学に関しても目の前の人と喋るだけではなくて、その言語を喋っている相手の文化的な背景だとか、あとは相手の価値観だとかですね、こういったものも考慮しながら私たちは無意識のうちにそれらを果たして喋っていますが、これは多くの人が経験するかもしれませんが、自分が不慣れな言語を喋り始めると急に IQ が下がった気がします。これは私たちは言語を操りながら同時並行でその言語によって生み出される自動的な思考というものもあります。ですので慣れた言語で話すと IQ が高いわけですけれども、不慣れな言語で喋るとその不慣れな言語を使って思考をしなければならないので、そうなるとぐっと考えられる能力が落ちるわけですね。しかし元の得意な言語ではかなり高い IQ があった。そうなるとその不慣れな言語を使いながら高い IQ を持っている言語と同じだけ引き上げていかないといけないとなると、その不慣れな言語も流暢になっていくそのプロセスの中において脳への負荷がかかるわけですね。それによって新しい言語や不慣れな言語というものを積極的に使おうとして習得していこうとする過程が脳に対して負荷をかける。それは話すという行為と考えるという行為、これは切り離すことができないので、この言語によって不慣れな言語や得意な言語、これ自体も実は私たちのこの認知能力に影響を与えるということです。その不慣れな言語で IQ が下がってしまう、認知能力が下がってしまうとしても、それでも積極的にそれらを使い続ければ、その言語によってもその言語を使う時の思考というものも高い IQ、高い知能指数を出せるところまで流暢になっていく、そのプロセスにおいて脳が発達していく、そういったことが期待できますので、不慣れな言語こそ積極的に習得していってもらえればいいんじゃないかなと思います。日本はほとんどの人がモノリンガル、一つの言語だけを操るというそうした特徴のある国ですので、まずは英語、そしてその次の言語といった形で、できれば自分たちが興味があるその言語を使うこと自体が楽しいと思えるような、そうした自分の興味がある領域でより多く使われているであろう言語、これらを選択してもらえると楽しく言語習得ができるんじゃないかなと思いますので、積極的に使ってもらえればと思います。
ということで、今日のまとめ、栄養と運動と語学、これらがIQ を上げるのにまずいい効果をもたらす取り組みになりますので、ぜひ参考にしてもらえればと思います。私の著作超える技術、まだ読んでない人は Amazon でポチって買って読んでいただければと思います。それ以外にもたくさん今出版をしてますので、どれか気に入ったものがあれば読んでいただければと思います。本日もお疲れ様でした。